宣言。具現化がほとんどの人の手から滑り落ちているように見えることに気づいたことがありますか？実際に夢のような生活を実現できるのはほんの一部ですが、理解している人はほとんどいませんが、実現の背後には強力な3段階の創造的なプロセスがあり、それぞれの段階が絶対的に重要であるということです。現実化を自分の人生で本当に実現したいのであれば、これらのステップをマスターする必要があります。今日のビデオでは、この創造的なプロセスを明らかにし、ずっと望んでいた人生への旅を始めるための強力なツールとして心を活用できるようにします。変革的な体験をする準備をしましょう。このビデオを最後までご覧ください。ここで共有する教えは実現プロセスを簡素化及び促進し、すぐに生活に適用し始めることができるようになります。あなたが望む未来は手の届くところにあり、今こそそれをつかみ取る時です。これから説明するのは、言語的及び知的な練習、絶対に必要なメンタルヘルス、と定義する人もいますが、大衆が考える目標、馬鹿げているが、それは決してあなたの頭をよぎらない。これらの人々は、これは起こらないと。たまたま彼らはそれを知らないだけです。起こるだろうが、起こらないときは、どれも理解できない。彼らはただ続けていく。前進し、正しく行動し始めると。古いパラダイムに取り組む。彼らはただ消えるわけではないことを覚えておいてください。あなたが欲しいからそれは必要です。適度な量のエネルギーを。彼を去らせるのは簡単に信じられる。あなたがやろうとしたことをやるということ。目的に関係なく。あなたは先延ばしにし始めます。事実を正当化するために言い訳を作る。やるべきことをやらないこと。いくつかのことが起こりうることを確認し、単にあなたの注意を引くだけです。私たちがやっていることとは程遠い。これが真実である瞬間、あなたはそれを知り、それは分かっていますが、そうしなければなりません。何も残さない準備ができている。邪魔にならないようにしてください。そしてそのためには確かなことがあります。あなたがしなければならない練習はそれです。発言の3つの段階です。それは理解しなければならない概念です。フェーズは3つだけです。欲しいものを探すならこれ。始まりはファンタジーから始まるすべて。ファンタジーから始まるこの部屋は、私はただの幻想だった。あなたが着ている服はただの、人の心の中にある宝石のアイデア。あなたは車を持っていますか？コンピューターを運転しているとわかります。あなたは本能的にこれを知っており、私たちがあなたをこう言うのはご存知でしょう。誰かの映画のエキストラですが、私たちではありません。私たちはスターになると決めなければなりません。私たち自身の映画のこれはそうではありません。エゴトリップは単なる状態です。健全な良心、それがそれだ。やらなければいけないけど、やらなければ。あなたは毎日これをやっています。始めなきゃ。特定の運動を行うよう訓練し、どこから構築を開始するか。幻想だ。そしてあなたは始めるだろう。あなたが選んだこの考えに従って生きてください。ボルソナロはいつでもこうすることができる。まるですでにそこにいるかのように。私たちの心はプログラムされていないのはご存知でしょう。最初からこれを行うため、時間をかけてそのプロセスを利用する。視覚化が本当の鍵。これはあなたと感情的に関わっています。感情的に関与する必要があります。あなたは演技しているので、あなたは
俳優とあなたは自分の心の中で行動します。この役割においてさえ、私はそうではないことがわかりますか？まずはそれで遊んでみてください。1から2週間遊んでみてください。これに慣れるまでは、構築中のプロセス。あなたの心の中にあるその幻想はあなたです。細胞に話しかける。脳は細胞のグループ全体をそれぞれ。これの小さな側面では、あなたが今、あなたの脳の細胞に考えてみてください。これらの細胞はすべてがアクティブになり、画像が画面に表示されます。あなたの心に目標を書き込む。カードを作成し、その日付をメモします。実現するのは遠い日になるかもしれない。でも日付を書くのはあなただから。次の目標から始めてください。引用私は今とても幸せで感謝しています。ここでは現在形でなければなりません。今はそうではありません。将来はそうではありません。それはすでに起こっているので起こります。読み込むまでカードに書きます。時々紙切れ。時間通りに来ているか確認してください。すべてをポジティブなものであるかのように提示する。起こったことと最低限の言葉。可能であればこのカードを置きます。あなたの財布やハンドバッグの中に、そしていつでも。財布に手を入れたり、バッグにタッチしてカードをタッチする。アルマジロの感覚はこれによって影響を受けます。システムを通じて送信されるメッセージ。中枢神経系、これは細胞に影響を与えます。活性化してつながるあなたの脳内で、他のすべての細胞やすべての細胞に、仕事を始めるみんなが始める。振動率を上げて。そのため、それらの画像が、あなたの心の画面、これは真実です。目的のカードの目的は、私たちが書いたのは小さなカードです。さて、コスチュームはできたので、どうするか。しなければなりません。しなければなりません。あなたの心にどのように印象を残すか。あなたはそれをうまくやります。あなたはそれを得る必要があります。これを実行すると、別の知的要素がアクティブになります。想像力という知的要素を参照してください。ファンタジーを構築するために使用されました。今、あなたは自分を理論化するつもりです。推論因子を活性化しており、あなたはその幻想を変え始めます。なぜなら、知的なものは現実に存在するからである。あなたはそれを説明し始めるあなたの心。あなたはそれを言葉にし始めると、それぞれの単語がイメージを表すので、何をしているのですか？絵を描いていますか？今あなたのイメージを言葉で表現すると、本は、それは言葉で描かれた絵です。だから時々映画館に行くんですね。本を読んでがっかりした時、映画とは何の関係もないので、確かに映画はこんな感じだ。本だけど映画とは違うよ。あなたが読んでいる時に構築されました。よく予約してください。あなたはこれを変えています。動きを言葉にすること。今、あなたがしなければならないテストがあります。理論が定着する前に過ぎてしまう。変革の目標これは、テストに合格することが目標です。まず自分自身に問いかける必要があります。できるよ。これならできるよ。まあ、本当に理解していれば。あなたが誰であるか、そして、あなたはすでに誰かのことを考えるのをやめます。何か特別なことをした、あなたはそれを見るだろう。普通の人々であり、私たちは人間です。私たちにもできる普通のこと。特別なことであり、
私たちは自分自身を解放しなければなりません。彼らにはできるけど私にはできないという考え。彼らはただ最善を尽くしているだけだと思います。今日のあなたよりも、でもあなたならできる。あなたがこれでやっていることよりも良い。私たちのほとんどの時間。行動は私たちが持っている習慣です。何をすべきかというと、習慣を形成することです。いくつかの習慣を変えたい場合は、そうしてください。ペアで一度に2つのことを変更する。それほど時間はかかりません。シンプルで感じることから始めるべきです。プロセス全体を通して感謝の姿勢を貫く。精神的な調整とインスピレーションが得られる。一言で言えば感謝。まあ、そういう時もあるって言っておきますが、精神的な調整が必要だということ。あなたのことは知りませんが、いると思います。あなたにも必要な瞬間。いくつかのことがあなたを悩ませている、または、物事がうまくいかないように見えるとき、働いています。あなたにはそれが必要です。精神的な調整態度をチェックしてください。感謝の気持ちを持つ必要があるし、この精神的な調整を行うと、問題がどれほど大きく見えても、感謝がこの感謝を解決します。あなたを情報源に戻します。供給は感謝の気持ちであり、あなたに秩序をもたらします。前の質問に戻ってください。私はこれを行うことができますが、範囲をはるかに超えた力。私たちの想像力はどんなに多くても、あなたに敵対しているのはまさにそのようなものです。ことわざにあるように、神のような人は、あなたは大多数のすべての力を持っています。たとえあなたがそばにいても宇宙。これがどうなるのかよくわかりません。たまたまあなたはできる必要があります。はいと言ってください。私には能力があると信じています。それからあなたは作らなければなりません。私が尋ねたい重要な質問。あなたは喜んで支払う必要があります。価格を手に入れるだけではありません。私たちが探しているものは何でも、でもはい。成長することはあなた自身の成長です。やりながら実験してみよう。あなたはもっと個性的になります。つながっている。そしてこれを理解すると、何が起こるかというと、目的を持ってあなたは庭に植えます。自分の一部が、の一部であることを心に留めておいてください。これはあなたの無限の側面のすべてです。これはある意味で動作することを理解してください。言い換えれば完全演繹的。何も変える能力はない。まさにあなたが植えるものは何ですか？あなたはそれを実現します。画像なしで変更されたものはありません。完全な現れはありません。全種類揃っていれば完了です。おそらくそこに植え付けられた疑惑。何を植えても解ける。それはあなたが得るものです。何が届けられるのかが怖い。今、とても重要なことがあるとき。そこに植えれば、その時がわかるでしょう。形へと動き始め、事実になると。ファンタジーから理論、そして事実へ。これを行うと、次の状態になります。より大きくより良いものを構築するための立場。より大きな事実とより良い空想。常に成長していけますように。より高い次元に移動すると、これが。クリエイティブプロセスは非常にシンプルです。最も多様なものに適用できる。地域はお金を稼ぐこと、建設することです。欲しい車を実現するビジネス。何にでも応用できますし、やり方を知る必要はありません。
必要すらないと言えます。そもそも信じているのは、私が$25,000を獲得したいと書きました。信じられなかった。そうだと思った。そんなわけがないなんておかしいよ。$25,000なんて稼げないよ。これで勝った人は誰も知りませんでした。金額は高いけど何をしたのか。私のメンターは、私がまさにそのようなことをしたと言いました。彼は言った。そしてあなたは私が何をしたか知っていますか？私はあなたを信じ始めました。信念はあなたがそうではないという事実を作り出すでしょう。自分には達成できると信じている。今日持っているものよりも、あなたもそうだと思います。それがあなたがすべき方法です。このプロセスがこの創造的なプロセスであるということ。何年も引き寄せの法則を研究した後、世界で最も成功した人々、原因となるコードを発見しました。これで世界中の富をすべて引き寄せる。コードは引き寄せの法則の架け橋です。そしてあなたの夢の人生、そしてただ、このコードにアクセスできる人は、引き寄せの法則を使えるようになる。豊かな繁栄を引き寄せ、富の最初のリンクをクリックします。説明し、背後にあるコードを発見する。世界で最も裕福な人々の